皆さん、こんにちは。iRepoAD のあっちゃんです。今回はワークスペースを取り上げたいと思います。私は他のソフトでしてたんですんなり馴染めたんですけど、そのソフトを始めた時は慣れるまで結構苦労しました。同じツールがあちこちに存在するし、逆にさっきまであったツールが消えちゃったりしてるんですよね。ただでさえ複雑なソフトなんで、ワークスペースの概念になれないともうちんぷんかんぷんです。というわけで、ワークスペース始まり始まり。ワークスペースとは、その名の通り作業場ですね。一つのソフトの中で作業する内容に合わせてレイアウトされています。学校で言えば理科室とか美術室とか、どの部屋にも水道はあるんですけど、場所はそれぞれの作業を考慮して配置されてますよね。これと同じで、どのワークスペースでも全てのことはできるんですけど、配置が違ったり、非表示になったりしています。なので、作業内容に合わせてワークスペースを切り替えてやると、より作業をしやすくなっていくんですね。それでは、既存のワークスペースを見ていきます。プレミアを初めて起動すると、このような画面になっていると思いますけれど、これは学習ワークスペースが選択されている状態です。学習ワークスペース、ここですね。左側にチュートリアルのコーナーがあるんで、これを活用すると良さそうなんですけど、私はやってないんですね。はい。というわけで、ここがワークスペースを切り替える場所です。次にアセンブリワークスペースを開いてみます。そうすると、こんな感じで、これは何に使うのかちょっと現在私はさっぱりわかりません。次に編集ワークスペースです。これは文字通り動画編集のワークスペースですね。そしてカラーワークスペース。これは、動画全体の色味調整をするみたいですけど、私はちょっと使ったことがないのでよくわかってません。次がエフェクトワークスペース。これ切り替えに少し時間がかかるときもあります。これは動画にアニメーションなどの変化をつけたいときに使うワークスペースです。それから次がオーディオワークスペース。これは音声周りの調整ですかね。そしてグラフィックワークスペース。これは動画に図形なんかを追加するときに、使います。さらにキャプションワークスペース。これはキャプションなんで文字を追加するとき用なんでしょうけど、ちょっと私は使ったことがないので、ピンときてません。で、最後がライブラリワークスペース。これは Adobe のクラウドなんか、他の方が制作して共有してくださっているライブラリというものを利用するときに使うワークスペースですかね。ワークスペースの中にあるパネルの紹介です。どのワークスペースでもいいんですけど、試しにアセンブリワークスペースを開いてみます。パッと見わかりにくいんですが、この部分、これがタブになっていて、それぞれ切り替えることができます。この一つ一つがパネルですね。ウィンドウメニューを開けると、どのようなパネルが存在していて、このワークスペースではどのパネルが有効になっているかという一覧を見ることができます。で、このパネル一つ一つが、作業を進めていくためのツールになっています。そしてパネルグループです。さっき見たように複数のパネルを一つのボックスにまとめて入れてあるんですよね。この、今青く囲まれている箇所。これが一つのパネルグループと呼ばれるものです。例えば、このアセンブリワークスペースでは、左側にパネルグループが一つ。右上にパネルグループが一つ。右下にパネルグループが一つ、二つ、三つ配置されています。このパネルグループなんですが、中には小さいものもあって、パネルのタブが隠れちゃうことがあるんですよね。例えば、エフェクトワークスペースの左下。パネルのタブが一つしか見えてないです。そういう時は、このパネルグループの右上にあるこの矢印ですね。こちらをクリックしてやって、
見たいパネルをクリックしてやれば、そのパネルが表示されます。ワークスペースはカスタマイズをすることが可能です。プレミアに初めて触ったときはパネルが多すぎてそれどころではありませんでしたが、少し慣れてくると不便さを感じることがあります。まず最初に不便を感じたのが、プレビュー画面が小さいなと、細かいところが見えないなと。そこでカスタマイズ。パネルグループの境界線にマウスを合わせると、このようにマウスのカーソルの形が変わります。そこで、ドラッグ&ドロップ、掴んであげて、移動してやると、こういうふうにプレビュー画面が大きくなります。今は、縦に余裕ができたので、今度は横の境界線を広げます。そうすると今度は横に広がってどんどん大きくなっていきますね。こんな感じで、パネルグループのサイズを変更することができます。次に、パネルを2つ同時に見たくなりました。プロジェクトパネルは今テストというプロジェクトパネルがここにあって、もう一つ新規プロジェクト作成というプロジェクトパネルがここにあります。これは同じパネルグループに所属しているんで、同時に見ることができないんですが、ここでタブを掴んで、このプロジェクトパネルをドラッグしてやると、こんな風に、移動できます。そして、移動先に対してこういう、見えますかね、エフェクトが出てきます。こんな感じで。で、上のタブがある場所が青くなったら離してやると、こちらに移籍させることができるんですね。これで、2つのプロジェクトパネルを同時に見ることができるようになりました。こんな風にパネルグループのサイズやパネルの位置を変更することで、自分好みのワークスペースへと成長させることができます。もしこれを元に戻したいときは、ワークスペースのタブを右クリック。今回は編集ワークスペースを開いているので、編集ワークスペースのタブを右クリックして、保存したレイアウトリセットを選択してやると、最初の状態へ戻すことができます。先ほどのように、既存のワークスペースをカスタマイズしてもいいんですけど、せっかく Adobe さんが設定してくださっているワークスペース、きっと多くの知見が詰まってるんだなと思うんですよね。まだ右も左もわからない状態で、思いつきでこれを変更してしまうのはもったいないなと思ったので、私用のワークスペースを新設しました。どれでもいいんですけども、一番利用している編集ワークスペース、こちらのタブを右クリックします。そして、新規ワークスペースとして保存、こちらを選択してあげると、名前を入れるダイアログが出ますので、ここで、オレオレと、入力して OK を押してやります。これで現在の編集ワークスペースをそのままコピーしたオレオレワークスペースが出来上がりました。あとはパネルを好きに配置して、パネルグループのサイズを調整するだけです。私は、プロジェクトパネルは縦長の方が好きなんですね。で、これを左端に設定したいんですけど、現在左端にそういうパネルグループは存在しないんです。こんな時は、このプロジェクトパネルのタブを掴んで、左へ持ってってやると、ここで今緑っぽいエフェクトが出ましたね。ここで離してやると、ここにポンと新しいパネルグループが出来上がります。で、幅を調節してやって、こんな感じで、縦長のプロジェクトパネルが一つ出来上がりました。次にテロップでよく利用するエッセンシャルグラフィックパネルを配置したいんですけど、そもそも、編集ワークスペースにはエッセンシャルグラフィックのパネルが存在しません。そんな時は、ウィンドウメニューを開けてあげて、エッセンシャルグラフィックスを選択してあげると、このようにエッセンシャルグラフィックスパネルが現れます。また一つパネルグループが増えましたね。こんな感じで、現在見えていないパネルも自由に追加できます。で、最後に、このワークスペースを保存します。オレオレワークスペースのこのタブを右クリックして、このワークスペースへの変更を保存を選択してやります。これで、オレオレワークスペースの現在の状態が保存されました。
パネルを追加したり、パネルグループのサイズを変更したりして、自分の好みのワークスペースを作ったわけですけども、最後にですね、このプログラムというパネル、動画のプレビューができるパネルですね。こちら、やっぱり小さいので、特に家族で確認するときは小さくて全然見えないんでですね、このパネルというのはドラッグして、プレミアの外まで引っ張ってあげると、独立したウィンドウにしてやることができるんですね。で、このように、この独立したウィンドウを画面いっぱいに広げてやって、モニターいっぱいのプレビュー画面で、みんなで確認している感じです。最後にもう一回保存をかけておきます。このワークスペースへの変更を保存と。これで、オレオレワークスペースの完成です。